こんばんは。今日も暑いです。マイク入ってますよね。おっと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 ねえねえ、ちょっと向こう行っててね。ダメだよ、ダメだよ、ダメ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 。おい、ダメだよ、ダメだよ、ダメ。ちょっとごめんなさい。あ、ダメダメだ、ダメダメ、そこ行っちゃダメ。ダメダメ。よいしょ。ダメだよ。こんばんは。すいません。猫がいきなりちょっと暴れまくってます。パソコンの上をトトトトッとジャンプしようとしてたんで、今止めました。危ない危ない。今日もね、暑いですね。雨が全く降らなくて、雨が全く降らないんですよ、ここのところ。ちょろっとどっかでは降ってるのかもしれないけど、降ってるうちには全く入らなくて、いやー本当に暑い。これで電気料金もかさんでしまう。ちょっとやばい。本当に雨が欲しいですね。パーッと来てくれないと、パーッとちょっと降り続いてくれる。夜はずっと降り続くぐらいの雨が来ないと全然冷えない。屋根のすぐ下に寝てるからダメなのかもしれないけど、それが1階とか2階とかならまたちょっと違うのかなとも思うけど、いや本当に暑い。やばい。私普段エアコンをつけないでほぼ暮らしてるんですけど、つけないと本当にまずいっていう状態で、私がつけなきゃいけないっていう状態だと、みんな結構周りの人はもっとガンガンにつけてるっていう状態なんで、暑すぎるわ。夜はね、タイマーかけて寝るんですけど、3時間ぐらいのタイマーだと出た時に暑くて起きるっていう状況が続いてて、あ、ごめんなさい、コメント見てなかった。こんばんはなるさん、こんばんはのばるさん、いつもありがとうございます。あ、うねさん、どんどん短くなっていくんですけど、どんどん短いですね。こんばんは。いや本当に暑いですよ。うねさんどうですか？日本は暑くないですかね？暑くないよね。日本は、暖かくなってきてる状態なのかな。桜も終わったんだもんね。そうだよね。日本のニュース最近あんまり見てないな。なんかゴシップのニュースしかなんか目にしない。ちゃんとしたニュースがなんか、季節のニュースがなんか聞いてないような気がするな最近。桜が咲いた時期は桜が咲きましたとかなんとかって、ニュースが流れたりしてたけど、最近はなんか
広末涼子がどうのこうのとか、そういうニュースがパッとこう携帯に X かなんかで入ってくるっていう状態しか目にしてない。広末涼子ちゃんもね、昔サイパンでなんかの CM やってたな。 PC レモンじゃないよな、何だったか忘れちゃったけど、ブランコ乗ってたのは覚えてるな。ブランコ乗った CM をやってたような気がする。いや今日なのか昨日なのかな、バラエティマリアナスバラエティにマリアナスバラエティってどっちかっていうともうこう簡単に言ってしまえば政府の言いなりみたいな新聞なんですよ。昔は私がいろんなことを言ってもまず書いてくれない。今回ちょっと前にも12年前の事件を掘り起こし始めたっていうことでブルーカードが出たのに、このことだって結構大きな事件だと思うんですけど、大きな事件なんていうんだろう、大きなトピックスにはなるはずなんですよね。12年前の事件を調べ始めるっていうこと、それをねマリアナスバラエティに言ったんですけど、話したんですけどもう音信不通で、そういうのは結局は政府に止められて記事にしなかったんだと思うんですよ。だけど今日記者の人がコラムですごい毒舌を書いてたんですよ。ちょっとびっくりしましたね。こんなこと書いていいのって。私が12年前ね、警察に暴行されたことを政府と警察に言いに行ったら、私は結局その時命を狙われたわけですよ。いつも待ち伏せされて、拳銃を頭に突きつけられて、言ったら殺すって言われて、こんなこと言われたのにマリアナバラエティこんなこと書いちゃうのとか思って、ちょっとねそれをね教えたくて、どこだっけな、マリアナスバラエティ、これのね一節が A glass with poison in it is still better than an empty one って書いてあるんですよ。これってちょっとすっごい皮肉を交えて、おい政府は毒入りのワインをくれてて、なんて言うんだろう、空のグラスより毒入りのワインをなんて言ったらいいんだ、日本でなんて言ったらいいのこれ、空のグラスより毒入りのワインでも飲んでろっていうのかって感じ。もうすごいこと言ったなっていう感じで、そんなコラム書けちゃうんだって感じ。ちょっとびっくり、私的にはかなりびっくりしたんだけど、すごいな。毒入りのワインでも空のグラスよりマシだろうって政府じゃないな、政府が私たちに言ってるっていう感じ。毒入りのワインを空のグラスよりも毒入りのワインでも飲んでろっていうのかっていうことを、このマリアナスバラエティが政府に対して書いたんですよ。
ちょっとびっくり。もうなんかここまで切れてるのかなっていう感じ。結局は民衆の声がここまで上がってるのかなって感じたんですよね。怒りの鉄拳をちょっと新聞に書いたのかなって思って、かなりインパクトが私的にはあったんですけど、今まで結構中立どころか、政府の言いなりっていうことしか書いてなかったと思うんですよね。ほんとちょっと前まで私の全然記事だって全く記事にしてくれないし、ちょっと珍しいな、変わってってるのかなって。めちゃくちゃ政府批判だからね、結局は。僕入りのグラスを見せられてて、それでも感謝しろって言ってる、政府はそうやって言ってんだよ俺たちにみたいなことを書いてるから、いやー本当にね、私はもう私の YouTube ではね、ちゃんと政府のいけないところとかもちゃんと言ってるつもりだけど、これで命狙われるんじゃどうしようもない政府だと思うけど、昔にね、そういう私にはエビデンスがあるから、ちょっとびっくり、本当にびっくりで、いやーよく書いたなって。なんかこういうこと書くってことはもう本当に結構辛い状況にあるのかな。実際はやばい状況なのに政府はポジティブに見せかけようとしてるわけだから、いつも。で資本家の人どんどん投資してくださいっていうことをいつも言ってるのに、本当はこの人が言いたいことは、本当は毒入りの水みたいな状態なのに何言っちゃってんだよって。で政府はいやいやほら改善してきてるよ、まだマシでしょ、前より全然マシでしょって言ってるわけだけど、中身がやばくても何か入ってれば OK みたいな、そんなわけあるかみたいなことを言ってるわけ、この記者の人は。もうなんかちょっと笑っちゃったんだけど、私的には。そういう印象がね、今までなかったから、今1社しか新聞社がないんで余計なんだけどね、1社しか新聞社がなくて、あとテレビ局も1つしかないんだけど、もう絶対政府の悪口みたいなこと、個人的感覚のことは言わないし、この人もコラムです自分の見解を話しただけだと思うんだけど、一応マリアナスバラエティの記者さんなんだけどね、結構有名な方らしくて、本とかも出してる人らしいんだけど、いやーここまで言うってことはすごいなんか起きてるのかなとかも思うし、反旗を翻したっていう感じだから、ちょっとびっくり。毒が入ってるコップを見て、中身空っぽじゃなくてよかったねって喜んでるっておかしいっていう状態だから、これって意味伝わるかな。本当もう今までは本当にね、
マリアナ払いって言って本当中立か政府寄りだと思うんだけどね。政府寄りの方が多かった人たちなんだけど、ズバッと政府を批判して、なんか英語でその皮肉を言ってるって感じかな。ズバッと皮肉言って誰でもわかるだろうこれっていう感じ。観光業界への注文とか、なんかほら観光業界が政府だよね。もちろん政府がこうどっかの日本や中国や韓国とかにこうショーアップしてる仕方がまず違うんじゃないのっていうことをこの人は特に言いたいんだと思うんだけど、でその違うことを政府は自分たちが今までやり方が悪かったのを認めないで、個人や商工会議所やなんかがね、いろいろアドバイスもあったみたいなんだけど、そういうことを聞き入れないでいろんなことをやってきた政府の方針で、でもそれがことごとくねダメで現在に至ってるわけで、でもうねさんのようにサイパンリピーターもいてくれるわけだけど、サイパンリピーターの人もかなり減っちゃったと思うのね。多分かなり減った。前は来てたけどっていう人はいっぱいいるけど、毎年来てたのに、コロナ禍っていうのもあったんだけど、それをだから政府はコロナ禍があったからっていう言い訳をめちゃくちゃしてるから、そういうことに対してこの人めちゃくちゃ怒ってて、この中でも生き返ってる国はいっぱいあるだろうみたいな。香港とかね、あの辺とかだってもう本当に疲弊したんだよね。台湾なんかもそうだし、台湾も日本人のお客さんがめちゃくちゃ前は行ってたのに、コロナ前はめちゃくちゃいたのに、コロナの時は本当にいなくなっちゃって、本当に疲弊して大変だったっていうことが書いてあったけど、で今はもう復活して、それは街の魅力があるからだと思うけどね、もちろんサイパンもね街の魅力はあるんだけどね、自然またそこに戻っちゃうけど、自然だけじゃねどうにもならないから、自然だけじゃなーっていうのはもうひしひしと感じてる、夕日が綺麗でも何であっても夜の明かり、街の明かりがこれ見て左側の方が、港の左側がガラパンなんですよ。全く光ないんですよ。ちょんちょんしか、ちょんちょんっていうぐらいしか、ホテルの光はあるけど街の光がやっぱりなくなっちゃってて、そうね、ちょっと困ったなって感じですよね。にゃんにゃんがちょっと待って危ない危ない危ないにゃんにゃんが、そう左側に街があるんですけど、ちょっとこのあれだとちょっとずれてるかな。ハイアット
元ハイアットホテルが映るぐらいかな。もうちょっと左にしないと。なるさんは何回か来たことあるんですよね。やっぱね、ゴールデンウィーク明けのサイパンはなるさん決まりましたかね。決まってたら嬉しいな。決まってたらね、ぜひぜひ来てほしいですね。一人歩きとかは注意してください。どっちなんだよって感じだけど、本当治安は悪いから、なんかね、だから予算が発表されたんですよ。その予算に対してこのマリアーナバラエティの新聞の記者の人はまず怒ってるんですよね。病院とかにもなんでもっと使わないんだとか、あと治安も書いてあったかな。私はね、やっぱ治安の方に使わないといけないと思うから、治安に使ってやっぱりポリスが増えて、くだらないポリスはいらないけどね、俺様がポリスだみたいなやつって大体仕事できないんですよね。ほんと俺様がポリスだってやってるような人はもう全然仕事ができないタイプ、なんかスピード違反ぐらいでえばってるっていう状態の人、そういう人はもうまず仕事できないよね。なんか低姿勢で人の話を聞くような感じのポリスの人の方が上に登ってってるよね、大体。ポリスとかにお金をかけてほしいなって本当に思うんですけどね。そうするとやっぱり街の治安が良くなって、でもちろん観光客の人も増え始めるんじゃないかって。観光客の人が増え始めるのにはやっぱり投資が必要で、投資がで街がもっと空っぽのやっぱりね、パセオ・デ・マリアナを見ちゃうとみんながっくりしちゃうよね。デューティーフリーもやってないし、どこ行くのって感じだよね。なんか何もなくなったっていう感じだからね。どこに何しに行けばいいのっていうことになっちゃうから、サイパンまで来てコーヒーショップでコーヒー飲むのもなんでしょ、普通のコーヒーショップじゃ。なんか可愛らしいとか、なんか海沿いにあるとか、海を見ながらとかね、そういうのじゃないと利点がないよね。ダイビングしに来る人なんかはその目的があるからまだしもなんだけど、ダイビングの目的がない人とかに楽しんでもらえるようなことが全く今のところない。それが問題だよね。それが問題、本当に。なんかね、今日マヒマヒダービー、魚釣りが行われたみたいなんですよね。今日ね、ちょうどね行ってたんだけど、行ってて違うとこ撮ってた。マヒマヒダービーのこと全く忘れてて、この間までそうだ、マヒマヒダービーがあるんだなんて思ってて、魚釣りがあるんだと思ってて、結構の船が
出たらしい。30隻とかって新聞には書いてあったけど、まあ、そのくらいの船は出たらしいんですけど、それがそれのすぐそばにいたのに撮らなかったんだよね。ビデオね、撮りに行かなかった。全く忘れてたんだよね。撮りたかったな。優勝者にはなんだっけな、いくらぐ$2000ぐらい出るんだよね、確か。多分大きいのを釣ってきた人が優勝とかになるわけだと思うから、マヒマヒをよくわかんないんだよね。一回も見に行ったことはないからあんまり気にしたこともなかったし、マヒマヒ自体にあんまり思い入れがない。なんかフライにして食べるお魚だよね、確かね。マヒマヒのフライとかってよくメニューに書いてあるもんね。それぐらい全然本当にポッとね忘れちゃってて、違うところでビデオ一生懸命撮っちゃってたもうバカみたいだなんか撮るのないかなって探してはいたんだけど、こっちに全然違うところに集中してしまいましたね。ガラパンの方にほんとそばにいたのに。あ、そうそう、シーラですよね、うねさんね。マヒマヒってね、シーラ、それが出てこなかった。そのシーラ、そうだ。マヒマヒダービー、シーラ。沖縄とかでもね、よく釣れるって言って、沖縄とかでも有名ですよね。その魚は食べます。マヒマヒのフライとかって聞いたことないですかね。マヒマヒのフライとかってよくシーラっていううねさんが書いてくれたシーラっていう魚なんですよ。頭がちょっと宇宙人っぽいお魚。あんまり綺麗とか美味しそうっていう魚には見えないんですけど、フライにすると美味しいお魚なんですよ。それがマヒマヒダービーが今日の夕方、みんな船が帰ってきて、なんだっけ、あそこのスマイルコープか。スマイルコープで表彰式があったらしいんですよね。うねさん、東京湾の沖でもシイラ釣れますよ。そうなんだ。東京湾の沖で釣れちゃうんだ。あら、そうなの。シイラってそんなところでも釣れちゃうぐらい。南の島のお魚だと思ってたんだけど、東京湾の沖で釣れちゃうんです。すごいね。昔東京湾の第2海堡、第3海堡、第2海堡とかあの辺によく遊びに行ってたんですけど、バーベキューしに行ったり、この途中っていうか、あれはあれか、立山の方に行くときにボートで行って、途中でダイビングでもしようかって言ってダイビング始めたんですよ。ちょっと根が見えるようなところで。だからすごい
すごい勢いでなんか地元の人だかなんだかが近寄ってきて危ないからやめろとか言ってめちゃくちゃ怒られたんですけど、潮の流れも速かったんですけど、久里浜沖と言った方がいいかも。久里浜沖っていうところで取れるんだ。久里浜沖っていうんだ。なんかその漁師さんたちがなんか怒っていきなり急いで来たと思ったら、私たちは見えない生簀の中を、沖にある生簀の中を潜ってたらしくて潜ろうとしてたらしい。潜ってたんだな、もうね。生簀になってたとこだったらしくて、そりゃお魚いるよね。ちょっとお魚いるわって取ろうと思ってたわけじゃないんだけど、ちょっと潜ってみようみたいに潜ってみただけだったんだけど、まだ若かりし頃ですね。第二海堡あたりは水がきれいなんですよね。きれいだよね。第二海堡、第三海堡あたりは水がきれい。でもあそこに上陸するの方がちょっと大変じゃないですか。岩場なんでわざわざこんなとこ来てバーベキューしなきゃいけないのとか思ったけどわざわざ登るのにも大変だし、着岸するようなとこがないのに、そこに着岸させようと着岸っていうかあそこに物を乗せるだけでもかなり大変だと思うんですよね。私はなんでこんなところでまあねえ、釣りはできるけど、あそこの岩に登ってわざわざバーベキューするほどのものでもないよな。今は上陸できないです。お姉さん、上陸できないの？あららららら、そうなんだ。第二海堡、第三海堡上陸できないようになっちゃったの？あら、知らなかった。そうなんだ、規制がかかってるんですね。なんでだろう。上陸したからってなんてことないのだろうけど、なんてことないところに上陸できないようになっちゃったなんて。今上陸したらモンキーハウス。あら、そんな厳しいの？あらら、そうらしいです。皆さん上陸しないようにしてください。なんかね、マニャガハ島ぐらいもっとちっちゃいかな。あれなんかこんなちっちゃい島で、島っていうか岩場だからね、あそこ。あらら、モンキーハそんなに厳しいあれになっちゃったんだ。知らなかった。ちょっとなんですね、あんなところが上陸したらいけないなんて、そんな法令ができたんだ。知らなかった。じゃあ上陸しといてよかったかな。昔言っといてよかったのかな。結構ね、よく行きましたよね、あっちの方。その当時はこの辺から今度なんだっけ、八景島の方に行くのに、なんか猿島っていうところだったっけな。猿島って書いてあったような気がするんだけど、その辺が入っちゃいけない海域が多くて、たくさん船が通っちゃいけない海域が多くて、なかなか行けないんですよね、あっち側に。ここから入ったら罰金みたいな、
そんな船のこうなんか海の上にこう線でもつけといてくれないと分かんないよって感じのところなんですよね、あれ。そういうモンキーハウス行きですよね。はい入っちゃうと佐島って言ったかな、猿島って書いて佐島とかっていうとこ、あの辺の海域がなんか入れない海域がいっぱいあって、どうやってあっち側に行くんだろうっていうふうに考えた覚えがありましたね。サイパンはそういうとこないから、一応航路を横切るのは大丈夫ですよ。そう航路をね横切るのは大丈夫なんだけど、入っちゃいけない区域がいっぱいあったんですよ、あの辺。今はまた知らないんですけど、浦賀水道なんか聞いたことある浦賀水道。その当時にトイレに行きたくて、なんだっけ、まだねレインボーブリッジを作ってる段階だったんですよね。まだできてなくて、レインボーブリッジを作ってる段階で、その辺とかうろうろしたりしてて、お台場公園の海浜公園のとこにフェリーっていうの、フェリーかな、あれ観覧船なのかな、フェリーかな、なんか出てたんですよ。そこの停泊場があって、その目の前にトイレがあるんですよ。でその停泊場に急いで止めて、東京湾で遊んでるんですか、うねさん。ああ、そうなんだ。東京湾で遊んでるんだ。あそこのお台場のとこの遊覧船かな、あの時になんか出てたんですよね。そこの停泊場になんか止めちゃいけないんだけど、トイレ行きたくて止めて、急いでトイレ行った覚えがありますね。で海上なんとか隊っていうのがこう近寄ってきて、網を差し出されて、免許証みたいな感じで網の中に免許証を入れて見せるみたいな、そういうことが何度もありましたね。うねさんは東京湾で遊んでるんですね。何して遊ぶんですか、東京湾で。釣り？やっぱ釣りかな。東京湾で遊ぶって言ったら釣りとか、ジェットスキーだと海上保安庁、それです。それ海のおまわりさんが来て、なんか玉網みたいのをこうピッて出して、その中に免許証入れろみたいな感じでやられてましたね。なんかもう大昔ですけど、その頃はだからこの第二海堡あたりも全然行けたんで、上陸可能だったんであれなんですけど、いろいろ変わってるんですね。東京湾で遊ぶなんてすごいな。なんか釣りしてやっぱり遊ぶのかな。釣りですかね。違います。何した？ジェットスキーだとなんだっけ、あっち側の葛西臨海公園とか川の方になりますよね。海でってあんまりあるか。
なるさん、お台場も行ったことないです。泣き。お台場、私もお台場、陸から行ったことないですね。陸からお台場行ったことないです、多分。ないと思う。あそこがお台場だったんだよって言われるんなら、もしかしたら行ったことあるかもしれないけど、お台場と気づきながらお台場に行ったことないですね。大丈夫、なるさん。お台場行ったことない人いっぱいいるから。ちょっとごめんなさい。コーヒー飲みます。なるさん、釣りも隣はえつ海は海は釣りも陸は大釣りも噛みます。何それ。うねさん、今私、うねさんは女性なのって今聞こうとしたんですけど、私って書いてきた。女釣りって書いてきたから男性ですね。やっぱり男性でいいんですよね。いいんですよね。間違ってないですよね。うねさんは今女性なのって聞こうとしちゃったじゃないですか。男性でいいんですよね。合ってますよね、私の感覚。今までずっと男性だと思ってたのにえって思ったんだけど、女性でいいんですよね、男性でね。いや、トランプの関税もそういえばね、125% 中国にかけて、でなんなら中国もやり返して 84% で、ここから今度何だっけ、トランプさんが 145%、 125はもう発動してるんですよね。もうえらいこっちゃだよね。もうだからそういうところを政府はわしかだよね。いつもそっちなのに、いきなり「あたし」って始まったからちょっとツボに入ってしまって、うねさんツボにちょっと入りました。あれと思いましたね。女性じゃないよなと思って、ちょっとダメ、びっくりした。すいません、お騒がせしました。うねさんは男性でいいんですよね。男性だと思っていたんですけど、女性なのって今一瞬思っちゃったんで。東京湾は釣りもね、お台場って本当に行ったことないと思うんですよね、陸から。フジテレビも高速道路からしか遠目にしか見たことないと思うし、行ったことないな。記憶にない。例えば夜お友達と飲んで連れてってもらったところがあの辺はお台場だったんだよって言われればわかるけど、うねさん、B カップのおじさんです。結構大きいですね。B カップなんですね。そうですね。だってこの間奥さんよけじゃないけど、そういう話してましたもんね。GPS つけられてる話してましたよね。そういえば。そうだ。やっぱり男性だ。男性ですよね。うねさんはだからサイパンにこれだけやっぱ何回も来てて、この間も1週間ぐらいですごいお金かかっ
た話してましたよね。やっぱ昔と比べて3倍ぐらいになってますかね。一時期めちゃくちゃ安い時期があったのに、サイパン着やすい時期がありましたよね。そうだ、スカイマークもどっか行っちゃったし、なんだっけ、マンゴーエアーっていうのが飛ぶとか言ってた都市伝説、あれマンゴーエアーとかっていうのが飛ぶっていう話があったような気がするんだけど、気のせいかな。スカイマークなんか飛んでんの見たことないんだけど、飛んだっていう話は聞いたような気がするような気がしないような。姉さん、サイパンはあまり行ってないですよ。40回ぐらいで40回も来てる多分数えたらもっと多いかもしれないですよ。いや、すごいな、ね、昔と比べたらやっぱり高くなりましたよね。ホテルとか、日本でも、日本のホテル、都内のホテルちょっと、コロナ前だけど、やっぱり病院とか行くのにホテル泊まってた時、昔は日本帰ると今夜はハウマッチっていうサイトがあったんですよ。多分鳥箱とかそういうのに集結されちゃったんだと思うんですけど、今夜はハウマッチって言って8時以降かな、8時以降9時以降のチェックイン、夜のチェックインだとめちゃくちゃ安かったんですよ。大倉とかで、ホテル大倉、大谷とかあの辺で7000円ぐらいだったんですよ。だからわざわざタクシー代かけて家の方に帰るよりそれを使った方が安かったんですけど、コロナ前に帰った時にはもうそんなのなくて、鳥箱とかそういうので選んで取っても1万2000円下るところがなくて、びっくりしちゃったんだけど、昔は1週間7万、今は1週間じゃ1週間17万、ちょっと10万円多いじゃないですか。10万円も多いよ。あらら、こんな違うんだ。これでも来てくれる人っていうのはありがたいですよね。サイパンにね来てくれるっていうのは本当にそんなに違うんだ。昔は7万円1週間で、それだったらね、1週間で7万円だったら日本でもなんかちょっとフラッとすれば1日1万円ぐらいしちゃうだろうから、だから10日間にしてますだからその意味がわからない。10日間10日間もっと高いじゃない、もっと高いじゃないですか。もっと高い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 じゃん。いや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 、だから10日間にしてますの意味がわかんないけど、だから10日間にしたら1週間で17万なんだから、もっと高くなるっていうことでしょ。高いですね。もっともっともっとなんですか、もっと安いかと思った。もっと高いかと思ったらおかしい。もっと安いかと思ったのかな。安いかと思ったんだ。3日多くして納得するようにしてます。3日多くして納得って、3日多くしても3日高くなるだけで
3日分も暖かくなるわけでしょ。いや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 、それで、いや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 、かなり辛い料金になるけど、すごいな、あるとこにはあるんだなって感じですよね、うねさん。ねえなるさん、そうなんですね。やっぱ高いですね。もっと安いかと思ったんですね、きっとね。そうですということですね。いやー、姉さんすごいな。17 1週間17万で10日間でもって25万ぐらいかかるんじゃないの。22、3万か。いやいや、もう、いやいや、あるね。それ一人の料金だから、2人3人4人とか家族旅行にしたら大変な話だよね。大変な話だ。3泊5日のハワイも行けちゃうね。ハワイの方が安いんじゃないかな今、逆に。ハワイやグアムの方がやっぱ便数が飛んでるから、それだけ競争があるから安いんですよね。税金対策です。なるほどなるほど。税金対策ができるほど儲かってるということですね。今の時代にすごいな。税金対策もね必要ですけどね。必要ですけど、その金額1人20何万、結構するね。夢の島になっちゃうじゃんね、サイパン。だってグアムはまだ3泊4日とかで5万いくらとかあるんでしょ。5万はないのか。10万円ぐらいがあるのかな。韓国からの飛行機でこの間180ドルっていうのがあったんだけど、あれ片道かな。片道にしても安いよね。180ドルなら韓国からサイパンが180ドルだとしてね、往復したって360ドル、なんとかチャージとかあんの。韓国からもあるよね、サーチャージとか。そういうのはどこの国も一緒だよね。ホテルを選べば安いみたいだ。だってうねさんこの間もだってクラウンプラザ泊まってた、フィエスタ泊まってたって言ってたよね。高いとこ泊まってるからそういう値段になるんだな。そうね、 BB とか安いクラスのホテルとか、この間フィエスタの前でうねさんのお友達がほらうねさんの時計をしてる人とかがケアしてた韓国人の人たちはめちゃくちゃ安いこと言ってるの。いつもハイアットかフィエスタなので、いやいやいや、それはね高いです。それは仕方ない。それは仕方ない料金ですね。それじゃあ仕方ないな。高いとこ選んでるもん。フィエスタの料金はまだ納得いくけど、今のフィエスタになって、今のクラウンになって、ハイアットのクラブハイアットの料金は納得いかなかったの。高いだけで一泊、私なんかが取っても200いくらだったっけな、268とかそのぐらいしたんですね、一泊ね。
イクロビーチホテルなら1泊$25ぐらいでしたっけ。いやね、そう思ったんですよ。昔は$25ぐらいだったんですよ、お姉さん。マイクロビーチホテル、それが鳥箱かなんかで1泊$9000とか11000とかって書いてありましたよ、前に。今マイクロビーチホテルやってないですけどね、なってますね。あそこもだから廃墟化しないように誰かにね貸すとかなんとかって、あそこのオーナーとかいい人ですから、お金持ちだしあんまり貸す必要もないのかなとは思うけど、廃墟化しないようにやっぱ誰かに貸してやらせるとかなんかしないとね、廃墟になっていっちゃうから。隣がねくせ者なんですよ。私も借りたけどちょっとやばかったもんね。ほんとやばかった。何かカウンターをつけたり、もちろんだってバーにしたりするのにカウンターつけるでしょう。で棚とかつけるたんびにチャージとか言われるんですよ。もう意味わかんない、このテナントとか思って、何かをつけたり取ったりするたんびになんかチャージするって言ってくるんですよ。あそこは怖い。だからね、昔からずっと空いてるんですよね、あそこのビルって。入ってんの見たことなかったけど、私がこう映る時にそこしか一応なくて映ったんだけど、結局は自分の病気の方が重くなってしまったので閉めざるを得なかったですけど、それでもね、なんとかその大家さんと一生懸命頑張って対応してたんですけどね、なかなかじゃないですよね。あんなテナントがあるって初めてサイパンで知りましたね。昔からね、お化けが出るとかって言われていたんですけど、私結構いろんなものを感じるからそういうの感じないなと思って入ったらえらい目に遭いました。そういうお化けじゃないんだと思って、そういうお化けじゃないことが発覚して、なるほどっていう納得しましたけどね。日本でもあるじゃないですか、あの部分だけ誰も入んないんだよねみたいな。そうすると大家さんがあんまり良くなかったり対応が良くなかったりするようなところっていう。いや本当はあそこのテナントはちょっとびっくりしましたよ。今まで出会ったことないタイプのテナントオーナーでしたね。マイクロビーチホテルももうちょっとねちゃんとやれば。でも窓がないからもう無理か。窓がね、牢屋みたいな窓しかないから、あれ全部の部屋がああいうわけじゃないとは思うんだけど、牢屋のような30センチの1メーターもないぐらいの四角い長方形の窓じゃサイパンに来た気がしないよね。それとダニとお友達になってる人がいっぱいいたもんね。あんまりあれかな。今はなんかこの間のだから韓国の人たちも泊まってるホテルはなんて言ったっけな、言っちゃったの。なんかチャイナタウンの方だって言ってましたけどね。ホテルじゃないんだと思うんだ
うねさん、ガラパンにケンタッキーあった頃にえ戻らないですかね。で、どこにあったのケンタッキー。知らないよ。ガラパンにケンタッキーあったっけ。いつ、どこ。うねさん教えて。ガラパンにケンタッキーあったの知らないです。知らないのか、また記憶にないだけなのか。この間もあったよね、深夜さんかなんかが、深夜さん来てないね。深夜さんかなんかがなんかあってって、なんだか忘れちゃったけど、ハリアット前にあったの。記憶にない。記憶にございません。そんなそんなそんな昔。いやいやいや、そんな昔。いやいやいや、ハリアットの前にケンタッキーがあったの。なんかあったような、なかったような。いや、全然記憶にないや。26年前いたな。26年前。26万年前。待てよ。ちょっと待ってよ。いたよな。いたな。全然いたな。全然いるよな。あれ、全然記憶にございません。ハイアットの前にケンタッキーフライドチキンあったの。いやー、全然記憶にないんですけどねさん。26年前いたと思うんだけど、私。あれ全然本当に覚えてない。いや、買った覚えも多分ないと思う。買いに行った覚えもないと思う。ハリアットの前に全然一生懸命今記憶をたどってるけど、全く覚えがない。いやー、ダメだ、思い出せない。ダメだ。全然ダメだ。全然今ね、記憶を一生懸命たどってみましたけど、全くって本当に思い出せない。ガルさん、覚えてないこと多いですよね。多いです。本当ね、記憶がなんか一部分のことしか覚えてない。でね、これ逆だったらいいのにね。悪いことがどんどん忘れ去られていって、ひかりさん3歩歩くとそれ言っちゃダメだって、うねさん。これに近いものあるんだもん。本当にあるんだから。ダメ言っちゃ。それ言わんところよ。ダメよ。いやー、ほんとね、ほんとハイアットの前にケンタッキーだ。いやー、全然絵に浮かんでこない。なんていうの、だいたい昔の映像っていうか、こう思い出せてくるじゃないですか。それが
全くとして浮かんでこない。ケンタッキーはもうあそこのスペにしかないものだっていう感じ、固定観念の方が強く働いちゃってるのかな。ちょっと待ってください、水飲みます。いやー知らないな、全然本当に思い出せないもん。いたはずなんだけどな、いたはずなんだけどね。ええチキン、あ、鳥、鳥そうなんですよ、本当に散歩歩くと鳥なんです。チキン鶏です。散歩歩かなくてもちょっと忘れること多くなってきてるしね、ほんとやばい。いいことだけをね覚えてる方がいいよね。もうほんと今ね一生懸命あの辺の画像を思い出そうとしてるんだけど全く出てこないよ。全くと言っていいほどあそこにケンタッキーがあったことなんか全然出てこない。だってでケンタッキーがあったっていう想像がつかないのね。隣近所がガラガラでっていう、なんかガラガラでっていうのしかもう思い浮かばないんでダメだねこれ。ああ忘れちゃったな。全くって言っていいほどまあ忘れることはよくありますよよくありすぎちゃって本当に深夜さんにもっていつも言われてるでしょ。もう私より深夜さんやうねさんの方が全然もうローカルっぽいからね。本当に覚えてないんだもん。本当に覚えてないし知らないことだらけ。あ、でも書類関係のことは私はよく知ってるよそういうことは得意だけど遊び回ることを得意としてないんだよね、きっとねいやーケンタッキーの映像が出てこないという。姉さん、サイパンで芸能人と会うことも減りましたね。ねえ、芸能人どころじゃないでしょ。もう観光客と出会うことが減りましたよ。まずないもん。今日だってガラパンうろうろしたんだけど、全くと言っていいほど観光客とは会わなかったんだけど、でもね、ピンクの車とかピンクの UFO とか黄色い UFO とかちょっと2、3台見たんで、あ、中国の人か韓国の人は来てるのかなと思ったんですよね。ムスタング、黄色いムスタングと赤いムスタングが走ってたから、あれは UFO のような動きをしてたんで。でさ、日本人と会うこともですね、そう合わない、もう全然合わないですね。全くと言っていいほど合わないです。お外でこうばったりとか会うこともまずない。観光客で日本人会ってないな、本当に。前もね、日本人の観光客の方だと思ったら視察団の方だったし、あの視察団はどうなったんですからね。これから検討するって言ってたけど、多分私の YouTube は見てくれてると思うんですよ。 YouTube どういう
判断をしてどういう風になってるのかはよくわかんないんですけどね。もう本当に。いやでも本当日本人の人と日本人の観光客の人まず合わない、まず合わないね。100何人乗り190人乗りぐらいの飛行機が飛んでるわけでしょ、3日に一度。そんな大きくないのかな。そんでその飛行機の中がうねさんもガラガラだって言ってたから、私今までで最高にジャンボで3人しか乗ってなかったっていうことはありましたけどね。どこ座ってもいいよって言われましたけど、911の次の日は911の次の日は飛行機が飛ばなくて欠航になっちゃってて、でその次の日だから13日の日に飛行機に乗ったらジャンボに3人でしたね。うねさん、北斗晶なんか年に1回ぐらい来てましたよ。そうなんだ、知らない。お会いしたことない。私北斗晶さん大好きなのに、もう旦那さんとすごい仲良くて、もうテレビでしか見たことないんだけど大好きあの人。お姉さん、SARS の時はジャンボで20人でしたよ。そうだよね、SARS の時も少なくなったよね。あの時はだからテロ SARS と戦争とあったんですよね。湾岸戦争そう3年ぐらい続いて結構厳しい時期が続いたんですよね。テロの時は11、12日が欠航で13日に飛行機乗ったら、3人だった、ジャンボで。あれが飛行機に乗って一番少ない人数だったな。どこ座っても結構ですからって言われて持って行った。でその時日本からサイパンに飛んだんだけど、深夜さんこんばんは、お待ちいたしてましたよ随分遅かったでございますねってありがとうございます。深夜さん、サイパンにガラパンにケンタッキーはありましたか？姉さん、旦那の健介に写真お願いしたら断固拒否されました。健介好きだったの。そんななんだ。いや、そういう感じに見えないけど、そういう感じに見えないんだけどな。全然そういう感じに見えないけどな。いや、そうなんだ。なんかもっと和気あいあいと撮ってくれそうな雰囲気に見えるのにね。なんか私はだからごめんなさい、昨日は嘘をついてしまいました。エイプリルフールじゃないのに嘘をついちゃったの？何の嘘をついちゃったんだろう、深夜さん。何の嘘ついちゃったの？何の嘘を誰についたの？私に嘘ついたのかしら。なんだろう。お姉さん、健介さんってそういう風には全然見えないよね。反対に反射に見られたっぽいです。そっち？そこ？そういう感じの断られ方そういうんなんだ。なるほど。じゃあお姉さんのことを反射のこと
勘違いされて、じゃあそういう感じなんだでさ、もうちょっと笑えた。反社の人とね、やっぱ芸能人写真撮ってね、今の時代 SNS に上げられちゃったらアウトだもんね。ああ、なるほど、ね。まあ、反社の人サイパン入ってこれなくなっちゃったからね。あの反社の人なんでだろう。なんでアメリカに入れなくなったのかな。よく考えるとよくわかんないんだよね。アメリカっていう場所に入れなくなったのかな。それを元にしてるのがその大腸っていう、警視庁にあるなんか大腸っていうものなのか、なんでそんな日本だけそういう差別をされるのか、ちょっとよくわかんないんだよね。だって中国のマフィア、韓国のマフィア、バリバリ入ってきてるのに。深夜さん、僕のサンクチュアリはマイクロネシアのダンスフロア前のソファーが僕のサンクチュアリでした。そうなんあそこで、それが嘘だったのね。なるほど。あの場所ね、あの場所みんな好きだよね、意外とね。某某某あの某なんて言えばいいんだろう。某ショップの、大きなショップの丸山さんは、丸山さんは傘を持って絵であそこに傘の絵でなんか楽しみながらあそこにずっと座ってた覚えがあるな、私。もうあれ印象的だった。傘を持って傘の絵でこうあの場所に座って真ん中のソファーに座ってなんかしてんだよね、ずっと。それがね、もう印象的でね、忘れられない。今日忘れられない絵が今浮かんできましたね。それがサンクチュアリだったんですね。なるほど。いや深夜さん、サイパンのガラパンにケンタッキーありました？全く映像が浮かばないんですけど、教えてもらえます？ケンタッキーの隣に何かがあったとか、うねさんちょっとヒントをくれるとなんかそこの映像が出てくるかもしれないんだけど、隣も空っぽしか映像が出てこないんですよね、頭の中に。もう今見ても空っぽだし、ガラガラ、あの辺全部だからマイクロネシアから、マイクロネシアじゃない、なんだっけ、マイクロビーチホテル、そうそう、あそこからハイアットの角まで今何にも入ってないですからね。ガラガラ。言ったら金八があって、金八の隣、ココナッツ亭はやってんのかな。ココナッツ亭はやってんのかな。まだやってんの見たことないんだけど、ここんとこいつも夕方通っても金八さんはやってるんですけど、金八さんの隣にあったガラパンなんとか、ガラパンレストランだったっけ、大きなとこ、あそこもクローズしちゃってるし、あそこがクローズ、その隣のバーもクローズしてるし、開いてるし、もうフォーレントになってるし、だからあそこみんなガラガラじゃないの。角っこのマッサージ屋さんはやってる。
なんていう名前だか忘れちゃったけど、モロッコのマッサージ屋さんをやってるケンタはタウンハウスと金八の近くになかったです。ああ、やっぱりそうなんだ。ケニアさん、ケンタはタウンハウスと金髪の近くになかったですか？そうらしいんですよ。だからケンタは、私はタウンハウスの隣しか頭に覚えがないんですよ。で、金髪の近くにあった覚えが全くないんですよね。で、映像が浮かんでこなくて、うねさんがケンタッキーがガラパンにあったって言ったから全然思い浮かばないんですよね。全くケンタッキーが浮かんでこない。スペンとこにはあるのは知ってるけど、ハイアット出たらケンタッキーでしたよ。そうなんだ。ハイアット出たらケンタッキー。じゃあハイアット出たらケンタッキーってことは、マイクロビーチホテルのそこにあったか隣にあったか。隣だとしたら私が入ってたビルだから、絶対揉めたんだよ。すぐなくなっちゃったんじゃない？そうだよ。そこじゃ無理だもん。ケンタッキーあったんだ。もう全然記憶にないもん。ハイアットがあったなんていう。2007年のロコサイパンには載ってませんね。そんなの持ってんの？すごいすごい。プレミアムじゃないの。誰が欲しいかはわからないけど、すごい。2007年2007年2007年っていつよ。2007年はない。そんな時には2007年っていつ？ 2007 年いつっていうのもおかしいね。2007年はないと思うな。ないね。いや、全然ダメだ。思い出せない。映像を変えていこうかな。皆さん、自分が乗ってるは取っておいてます。自分が乗ってるんだ、皆さん。なるほど。すごい。自分が乗ってるのね。すごいな、それ。私はそういうのに乗ったことないな、多分。ロコサイパンとかああいうのに一回も乗ったことないですね。全くと言っていいほど。綺麗な海でも流しておこうかな。喉が、ちょっと待ってください。コーヒー、昔はね、ハファダイマガジン、こういうロコサイパンとかいろんなね、日本人向けの雑誌ありましたよね。今は韓国用のやつがあるだけかな、多分。中国のもないかな。中国のはないな、きっとな。中国とはね、もう結局国同士が
この関税戦争も始まっちゃったし、多分中国の人は呼ぶのは無理なんじゃないかなと思うんですけど、呼べて台湾の人、台湾から飛行機来てくれればなーなんてね。今見たらなっちゃんにも乗ってました。なっちゃんってなんだ、なっちゃんってなんだもうそういうとこから始まっちゃうから、なっちゃんってなんだっけ。なっちゃん乗ってましたっていうぐらいだから雑誌だよね。雑誌なっちゃん、なっちゃん、なっちゃん、うわ、わかんないや。なっちゃん、なっちゃんは古い、新しい、何年ぐらい、このなっちゃんは何年ものですか。さっきのロコサイパンは2007年もので、このなっちゃんは何年ものですかね。何年ものかな。年代が分かると大体の年代が分かるんだけどな。何者だかが分かるんだけど、全く今なっちゃんが何なんだか頭の中に出てこないです。よいしょ。あれこれ消して、これ消してと。これ全チャンネルさんの綺麗なブロットと綺麗な海ですね。なっちゃんは2015年、新しいじゃないですか。新しくもないか。ソフトドリンクのなっちゃんは知ってます。両方知らない。2015年なっちゃん、なんだ、雑誌だろうな。なんか記憶にあるようなないような、ないようなあるような2015年あたりだと、うちはもうこっちにハイアットの前に移転して、もう病んじゃってて、空いたり空いてなかったりの時だったから、なっちゃんはネットの電子版もあるはずですよ。へえ、そうなんだ。もう私はほぼ死んでた時だから、死に始めてた時、もう耐えられなくなってた時だから、もうそういうものに興味なくなってた時だよね。もう宣伝とかなんとかじゃなくて、もう本当にお店を開けるのが嫌でっていうか、もう外に出るのが怖くなっちゃってる状態の時だから、もうそういう状態に入ってきてる時だね。もうその辺の記憶はもうほぼほぼもう悪い記憶しか残ってないから、毎日がいろんな人に追いかけられてみたいな。電子版の桜マリンのジェットがわしです。へえ、そうなんだ。ちょっと見てみましょう。なんだっけ、なっちゃんっていう雑誌ね。へえ、そこに反射的なうねさんが乗ってるんですね。そうですそうです。洞窟からハイアット前に移転したんですよ。そんでほぼほぼ店を開けなくなっちゃったんですよ。
店にナイフ持って入ってくるやつはいるし、もう本当にひどかったね。もうえらい目に遭ってたんで、警察呼んでも警察その人捕まえないんですよ。薬中だからとか言って意味がわからない。でそのナイフ持って入ってきた人がそのナイフをうちの店に忘れてったことがあるんですよ。そしたらそのナイフまた取りに来ましたからね、その何分後かに。もう捕まえてないんじゃんこいつとか思って、意味がもう警察の対応が全くわからない、そういう状態の時代でしたね、2015年とかね。ひどい記憶しかないかな。だからあんまりよろしくないかもしれないですね。いや、あの辺にだからケンタッキーがあったってことですよね。ケンタッキーあったのはいつなんだろう。2000年の前の話ってことかな。2000年より前かな。だっていやもう全然ハイアットの前にケンタッキーなんて記憶に本当に全くないし、マジで覚えてない。深夜さんとうねさんの方が記憶力が良くて困るね、本当に。鳥だわ鳥、本当に。エデンのとこだった。エデンの方、あそこがケンタッキーだったの？2000年の後だの？あ、深夜さん後ですよ。そうなんだ。エデンのとこがケンタッキーだったの？全く記憶にないわ、本当に。エデンもないしね、今ね。B さんもどこ行っちゃったんだろうと思って。突然消えたから、エデンも突然消えたからわかんないんだよね。闇がひどい時に消えてしまったから、私が闇がねひどい時にバイバイも言わずにいなくなっちゃったって感じ。どこ行っちゃったのかなって感じなんだけど、エデンのとこにケンタッキー、本当にハイアットの正面の入り口のとこっていうことか。あっちにあったんだ、ケンタッキーが。いやー、知らなかった。エデンの隣にそういえば一回野外ディスコみたいのできたよね。一瞬にして消えたけど、1年やってたかな。1年もやってないかもしれないな、そこ。野外ディスコバーみたいな感じのとこができたんだけど、覚えてないかな、みんな。韓国系のオーナーさんだったんだよね。まあ、今は跡形もないけど、2000年の後であんなとこにケンタッキーあったの全然覚えてないんだけど、私にいなかったのかな。いなかったのかもしれません。もう全然記憶に全くないんだよ。本当に記憶にないわ。どういうことだろう。エデンのとこに何かあった
ったっていう記憶もないもん。あのビルのまんま。私があのビルを昔々、その昔いろんなことを聞きに行ったことあって内見とかさせてもらったんですよ。何も入ってない時代に。もうその時は中国人が小さい部屋をいっぱい作ってて、1畳ぐらいの部屋をいっぱい、12畳の部屋か、1畳は狭すぎる、12畳の部屋を2畳ぐらいの部屋をいっぱい作ってあってて、2階とか3階にどういう間取りになってんだよここっていうぐらいのビルになってたことを覚えてる今思い出しただけだけど。そう、あのビルを見に行った時に一部屋がみんな2畳ぐらいの部屋なの。小さい部屋がいっぱいあって2、30個あったの、1フロアに。すごいとこだなっていうのを覚えてるね。パーテーションでいっぱい区切られてたっていう。何してたんだろうここでっていう感じだったけど、多分そっち系しかないんだけど、いやー、それぐらいしか覚えてないですね。その当時いつだったっけな、あれ。多分2000年ぐらいの話だと思うんだけどな。いやいや、もっと前かな。テロが2001年。いやいや、もっと後だな。2000年ぐらいの話だな。2000年ぐらいの時にあのビル見に行ったんだな。そうそうだ。その時はケンタッキーなかったですね、全く。もう記憶をたどる旅になってるんですけど、なんだか記憶をたどってますけどね。トランプさんが中国へのスマートフォン中国や日本へのスマートフォンへの関税を一部除外したんだって。 iPhone 高くならないで済みますね日本で iPhone が35万ぐらいになるんじゃないかっていう噂だったから、 iPhone とか半導体には関税をかけない、関税を上げないっていうことを表明したらしいですよ今。もう次の iPhone は35万円だとかって言われてましたから35万円の携帯電話誰が買うんだろうと思ってたけど、そこまではいかないで済むかもしれないですね、これでね。でもドル円がねまだ高いから143円だっけ昨日。ここ数日は上がるかもしれないし、わかんないですね。一応下は打った感じで、レンジを取るなら148円ぐらいまでまた行きますよね。でまた下かなって感じはありますけど、下に行くんならこれ143円141円60セントぐらいを141円50セントぐらいか、141円50セントを下ると137円ですね。137円が見えてきますね、きっとね。ここを下らないでもう一回上がってっちゃうようだったら
上なのかなっていう気もするけど、最近のトランプ相場1日で4円とか動いてるんですってなんだかわかんないですよね。トランプさんの相場、トランプさんがセンチメントとかなんとかっていう問題じゃなくて、トランプさんが何か言うとダーンって上がって、何か言うとダーンって下がってっていうような状態で、昨日もだって株価がもう3万8000円ぐらいのとこにダウがいたはずなのに、もう4万円超えてるわけだし、もうすごい値動きをしてるから、 FX やってる人ならもう今大儲けの時でしょうね。お金があればやりたかったよなっていうような相場ですよね。みんな FX とかニーサだっけ、国でやってるニーサとかはやってんのかな。ビットコインとか流行ってたもんね。サイパンではサイパンで携帯はかけても受けても料金かかってましたよね。今でもですよ。島の中では無料、島の中では無料ですけど、日本とテキストとか、ショートメッセージっていうんだっけ、電話番号だけでメッセージを送るやつ、あれをやると50セントぐらい、1回につき50セントとか1ドル50セントとか取られるんだよね。受けても投げても。だからショートメールはやめてくれって絶対言いますよね。ショートメール1回やられるごとにめちゃくちゃ料金かかっちゃうから、もう受け付けないっていう状態にしましたよね。もう LINE とかね、 WhatsApp とか、そういう無料のいいものが今はある時代だから、よっぽどじゃないとショートメールは使わないですけど、ちょっとお待ちくださいね。ちょっと待ってくださいね。
お待たせしました。すいません。サイパンで携帯は、そう、まだもう読んだよね、それね。なるさん、やっぱり行きたいね、ぜひ喉が枯れていましたよ、また。ぜひね、安全に来てもらいたいですね。今飛んでるの火水木火月火木月火水な月火水じゃないな、週3便しか飛んでないんですよね、とにかく。だから週3便3泊4日っていうことになるのかな。3泊4日か、その3日のうちで飛行機をつなげなきゃいけないから、あとはグアム経由。いや、グアム経由は辛かったな。なんかトランジットがやっぱりちょっと面倒くさかった。なんかそんなに歩かないで済んだんだけど、歩かないじゃなかったんだけど、お姉さん、ちょっと高い日サロサイパンに行きましょうちょっと高いヒサロ、ヒサロねヒサロサイパンね、なるほど今ヒサロなんてあるの？ヒサロなんてあるのかな。日焼けしたくないですなるさん、日焼けしたくないんだ。じゃあ日焼けなんだっけ、日焼け止め UV をいっぱい塗っといてください。曇っててもね、日焼けしちゃうから。お姉さん、グアムはトランジット8時間だったような。私の時ね、もうコロナ前の話だからあれだけど、私の時3時間とか4時間だったんですよ。超中途半端な時間で、半日とかあれば外出て遊んでくるとか、グアム出て遊んでくるとかできるけど、しかも真夜中の空港内も何にもなんかやってないような時に3時間とか4時間だったんですよ。なんか辛かったな、あれ。ちょっとめんどくさかったかなっていう覚えがある。もう何年も前の話なんで。8時間も、夜の8時間と昼間の8時間じゃずいぶん違うからね、トランジット。昼間の8時間なら朝グアム着いて8時間あるって言えば、グアムの中遊んでから飛行機乗ればいいけど、夜疲れちゃって街に放り出されても困っちゃうからね。夜中だったら困っちゃうからね。夜の8時間か。ねさ、夜の8時間は超つらいよね。店がやってる時間ならいいけど、やってない時間の8時間はどうにもならないよね。空港の中でうだうだするしかないもんね。インチョン空港ぐらい出かければ、夜の8時間でもいろんなことを、焼肉食べてるうちに終わっちゃうと思うんだけど、焼肉食べて飲んでるうちに過ぎていくと思うんだけど、なかなかね、グアムサイパンのグアムの空港で8時間とか辛いよね。何もやることないもんね。
やっぱ直行便だよね。昔はサイパンからグアムとかっていう飛行機もあったんだけどね、サイパン経由グアム行きとか。なんであれがサイパン経由だったのか今でも分かんないけど、全日空の飛行機とかサイパン経由グアム行きとかあったんだよね。もう今じゃ考えられない話だけどグアムに行く人の方がね多いから、どう考えても。でも何年だったか、もう 2,3 年のうちにグアムは発達したからね。ダダダダダってもう本当に、昔はサイパンと何ら変わんなかったのに、何ら変わらない状態だったのに、1995年ぐらいはもうサイパンもグアムも本当何にも変わんないよって感じだったのに、あの辺の 2,3 年でグアムは急成長だったからね。もういろんなものが新しく変わって、投資が入って、水族館ができたり、デューティーフリーが広がったり、政府の力だよね。政府がみんなでこうやったんだろうね。みんなで利権だのお金だのを執着しないでやったんだろうね、多分。グアムは台風で更地になったのに、復活はすごいですよね。そうそうそう、あの時もひどかったけどね。グアムはだからあの時昔のだから2000年前、2000年ちょい前ぐらいの時の台風もひどくて、あの辺の台風もめちゃくちゃひどくて、2000年ぐらいだと、いやもうちょっと前だな、あの時の前の台風もめちゃくちゃひどくて、朝ドアを開けたら、私その時グアムにいたんですけど、何年だったかな、グアムは何年だったか忘れちゃったけど、その時にドア開けたらもう全部車が右側に全部寄ってたっていう状態で重なり合ってひっくり返って、いやあれはねありえないような台風でしたね。そんでその後についこの間って言っても何年か前に来た時、その昔の台風の時は、さほどひどかったけど、もちろん鉄骨とかも歪んじゃってるような台風だったんだけど、その時はまださほどサイパンと変わりない状態だったんですよね。ちょっとにぎわってるかなっていうぐらいだったんですよ。その当時はね、岡田屋さんとかも7、8店舗あったのかな、グアムに。だからちょっと盛り上がってきてるなっていうぐらいの時だったのかな、サイパンよりも。でその時に台風が起きても、かつ早かったですからね、あの時も。でその次が 2,3 年前、もうちょっと前なのかな、グアムはドッグレースしか思い出がないねさ、ドッグレースありましたね。その3年ぐらい前、3、4年もっと前になるのかな、もっと前。とにかくグアムは台風が来てボッコボコにされても回復がめちゃくちゃ早いんですよ。アメリカの支援がめちゃくちゃ
強いから。サイパンとやっぱりグアムってアメリカからしたら位置づけが全然違うんで、グアムは準州、サイパンはコモンウェルス。だからコモンウェルスっていう立場は知事の権力が強いはずなんで、知事がいろんなことを決められるはずなんですよ。なのに何も決めてないけどね。いい方に決めてない。昔はグアムもそういう状態のところから登ってきたわけなんだけどね。40年前の記憶なので40年前なんだ。40年前はまだ一人で親の責任がいった時代じゃないの。40年前は親の承諾がいる時代じゃなくてそんな時代にもしかしてグアムのドッグレースに行ってたのかなちょっとすごいね。ドッグレースいまだにあるのかな。ないよね。小学生の低学年です。だよねそんな気がしました。ドッグレースね、そういう時代ですよね。小学生の低学年、ここまで行くいや、グアムのドッグレースってありましたよね。今はどうか知らないけど、あれもだって結構人入ってる時は入ってましたよね。ツアーには結構踏み込まれてたりして、昔なんか時代が時代だったんだなっていう感じもありますけど、当時はだからグアム行ってもサイパンに来ても日本人しか見なかったのに、本当に当時はどこ行っても日本人、どこの国行ってもなんか日本人しか見ないっていうような状態があったのに、今はどこ行っても日本人を見ないっていう状態ですよね。日本弱体化かなっていう状態になってきてますよね。韓国人はだからちらほらいるし、あと中国の香港から来たっていう人がちらほらっといるぐらいで、本当だけど観光客に会わない、こんだけ会わないのって、テロサースワーの3年間の時よりひどいかな。今はどこに行っても中国人ですね。そうですよね、本当どこの国に行っても中国人の人が多い。お金使ってくれますからねめちゃくちゃお金使うから、使う時の使い方が半端ないもんね。もうね、こっからここまで全部ちょうだいとか、何かを見ないでこう買ってる姿を何度も目にしましたね。サイパンに来てる時期があって、サイパンに来てる時も時期によってはお金持ちの人しか来ないっていう時期があって、であとは中流が来るっていう感じの時期があったんですよね。中国のお金持ちは桁が違いすぎて、ちょっとね、何言ってんだかよく分かんなくなるんですよね話してると。ちょっと待ってください、コーヒー飲みます。
喉がやっぱりカラカラになってきますね。喉がカラカラになってきちゃう、喋り続けて。綺麗ですよね。あ、マネガハトね。今映してるのがマネガハトだからかな。綺麗だよね。最近見に行ってないけど、この間やっぱりカヌーでこの近くまで行った時すごい綺麗だったから、海はやっぱり綺麗だなと思って、ねえ、なんかそういうのはやっぱ落ち着くっていうかね、こういうのは好きなんだよなって思える瞬間ですよね、本当に。海は綺麗だよね。あとは人が綺麗になってくれることを祈るんだけどね、もう解決してくれないと何かが進まない気がしてるから。でもね、うねさんは今度来る予定はないのかな。まあ来たばっかりって言ったら来たばっかりだもんね。喉がガラガラだ。ちょっと水飲みます。待ってください。すいません。もう何年も喋ってないから、何年間もずっと喋っていないことが多すぎて、喋ることに慣れてないね。本当リハビリ状態なんですいません。秋に行きますよ、うねさん。秋、今は春、遠いな。まだまだですね、秋は。今まだまだだね。また日本は今年もすごい暑くなるのかね。なんかすごい、日本サイパンよりめちゃくちゃ暑い、嫌っていう暑さだよね。なんかね、話を聞いてる限りサイパンの暑さとは全然違う暑さだよね。5月に行きましょうか。ゴールデンウィーク来てください。ぜひね、なるさんもぜひゴールデンウィーク明けに来たいっていうお話でしたから、ぜひぜひね、来てください。喉が本当にひどい。何も喋ってないってこんなにひどいことになるんだね。もうね、何年も本当に喋ってなかったから、本当にね、みんなの喋ってないのレベルじゃないからね。子供誰とも聞かない期間が何年も続いたから、行くならゴールデンウィーク明けですね、うねさん。あれ、なるさんと同じ時期ですね、じゃあ。ぜひぜひ、なるさんと同じ時期にでも来ていただけるとね。いやいや、本当に喋り慣れてないっていうの、口を開けてちゃんと喋れなくなっちゃってるっていうのかな。でちょっと喋るとガラガラになっちゃうって、これどういうことなのかね。カラオケでも歌ってようかな、ずっと家の中で。発声練習。これリハビリのために誰かと話さなきゃいけないとか思って人と話し始めたり、なるべくするようにし始めたのがやっと2年経ってないな。2年な、まだ2年経ってないんで、特定の人としか喋れなくて、もう怖さが先に立っちゃってたから、観光客と分かれば喋れるんですよね。観光客の人に話を聞いてみるとか、そういうことはできるっていうことが分かったから YouTube でそういうのをやり始めたんだけど、
それでもやっぱ気が重くなっちゃう方が先だったから、なるべくねこう我慢じゃない頑張って配信もしていきたいんだけどね。なんでこんなこうガラガラになっちゃうのか、ちょっと水ばっか飲んでるんだけど、すいません、また水飲みます。水分がないと生きていけない状態になってる。これお酒だとこんなに飲まないで済むのかもしれないよね。お酒もずっと飲んでないんで、この間マイクロビーチに行った時にあのビール見たことないんだけど、多分深夜さんなら知ってるのかな、ちょっとわかんないビール、見たことないようなビール。峰さん、お仕事次第なので行けたら行きます。ぜひぜひいらしてくださいね。それはお仕事次第ですよね。そりゃそうですよね。本当にお仕事がね、やっぱあってこその10日間だったり7日間だったりするわけで、ね、本当に高いからやっぱ躊躇しますよね。金額が高いから、金額からしてどこに行こうかなって。ネットで英会話先生すれば誰がもう日本語も喋れてないのに英会話なんて無理だって。もう英語もね本当に忘れちゃってる。日本語だって忘れちゃってるのに、日本語忘れちゃってるっていうか、なんていうの、ワードだから単語が忘れちゃってるから、不思議なことにね、裁判に使うようなワードは全部覚えてんだよね。なんか英語でね、私は訴えられるスタッフに、私は妊娠したからお金払えとかそういうことで訴えられてばっかり来たんで、そういうのに対抗しなきゃいけなくて、そういうのをずっとやってたんで、そういうのって全然忘れないんだけど、日常会話ができなくなっちゃってて、もう訴えられることって言ったら私は妊娠したんだからお金払え、会社が払うべきだって、それ猫の子でも愛人の子でも払わなきゃいけないっていう状態に今までの裁判はあったから、うち何人の子供を産ませたから分かんないぐらい産ませましたよね。スタッフの妊娠費用何人払ったか分かんないってぐらいで、妊娠したからクビになるとか、そういうなんか意味のわからないことを言って訴えてくる人がいたりして、あなたは妊娠したからクビになるわけじゃなくて、仕事ができないからクビになるんだよっていうことを立証したりね。でさ、ひかりさんがスタッフに妊娠させたんですか？違うでしょ、違うでしょ。どうやっても妊娠させられないでしょ、私が違う。サイパンの法律で昔は、今ねアメリカの法律が強くなったんで、その法律はなくなったと言っていいんだけど、ある時期までは、2009年まではサイパンではスタッフが妊娠するじゃないですか。例えばそれが旦那の子じゃないフィリピンの子とかは出稼ぎできてたりするじゃないですか、中国の人も。例えばチャモロの人とかも結婚してないけど妊娠しちゃったとか、そうすると会社が払わなきゃいけないんですよ、雇ってる方が。で例えばその人の旦那がちゃんとした会社に働いてても、女の人を雇ってる会社がその妊娠費用を払わなきゃいけないんですよ。普通の妊娠でだいたい$3000ぐらいで、帝王切開になると$15,000ぐらい、$18,000ぐらいかな。そういうのがあって、うち保険入ってたんで
いくら産んでもいいよっていう状態だったんですけど、それにしてもなんで会社が払わなきゃなんないのっていうのはありましたよね、今思えば。だって旦那がフィリピンにいるのになんであなた妊娠するのみたいな、そういう状態の子供でも会社が払わなきゃいけなかったわけだから納得いかないでしょ、ちょっと。でもそれが法律なら仕方ないよって言って保険を入れてたんですよ。だからそんなんでクビにするわけないわけだから、妊娠したからってクビにするわけないわけだから、それなのに私は妊娠したからクビにさせられるんだって、そうじゃないよって、それをね解くのに大変でした。ねさん、おおなるほど、そうなんですよ。変な法律がいっぱいあったんですよ、アメリカじゃないだけに。だからね、保険かかってないと、保険かけてなかったら本当に毎月、うちだから20人ぐらいいたんで、スタッフが毎月のように3000ドルとか1万8000ドルとかかかられちゃうとえらい目に遭うんですよ。仕方ないからね、保険かけてましたけどね。うねさん、トルニノスのフィリピンのおばさん妊娠してたんですかね。いつもお腹出てましたまあそっちもあるかもしれないし、肌太ってただけなのかもしれないし、分かんないですね。結構人数多かったんで、女の子を雇うっていうのは結構リスクあったんですよ。でチックリーブっていう法律があって、チックリーブっていうのは1年間のうち90日間は無償、無償だけどお金は払わなくていいんだけど休んでいいっていう法律があるんですよ。例えば妊娠して出産するんで90日間私は休みたいですって言われちゃうと、ビザ代で1年間のビザ代がその当時で例えば1500ドルとかするじゃないですか、申請料が。その他に家代、アパート代、あと光熱費、そういうのも払わなきゃいけなかったりして、それだけのお金をかけているのにもかかわらず1年間のうち90日も休まれちゃったら何日残るんだっていう話で、でも90日間休みたいって言われたら休ませなきゃなんないんですよ。そういうね変なやつもいましたよ、本当に。そういうのがね重なると、ビザの枠っていうのがその頃1個の会社であったもんだから人を雇うのも大変になっちゃうし、ローカル1人につき3人につき1人はローカルを雇わなきゃなんない、3割ローカルを雇わなきゃなんないっていうのがあるから、もう本当にねそういうので苦労しましたね、意外と。で1人腐ったみかんが入ると本当全部腐ってっちゃうんで、えらい目に遭いましたよ、そういうので。だからそういう時の英語とかは意外とまだ覚えてるんだけど、普通の日常会話が出てこないから英会話の先生できないです。もうなんか英語を喋るのがもう本当に嫌になっちゃったんですね。まずその当初は英語を喋るのが嫌になった。なんでかっていうと、警察に行って説明しても、弁護士のとこに行って説明しても相手がチャモロだっていうことで受け付けられないって言われて、あんた日本人でしょ帰りなさいみたいなこと言われるわけだし、日本領事館だってそういうようなこと言われるから、まず英語を喋るのが嫌になったんですよ、人と。で人が店に入ってくることが
ものすごく怖くなっちゃって、だってポリスが待ち伏せしてるんですよ、拳銃構えてそんなの見たら本当にその当時はありえないっていうか、もう本当日が来るぐらいの状況下に陥ったんで、それでもやっぱり仕事しなきゃ食べていけないっていうのがあったから、で家賃もかかるじゃない、家賃払わなきゃいけないから、ガラパンってめちゃくちゃ家賃高いんですよ、意外と。安くなったって言ってもまだその当時は高かったから、とにかく働かないと家賃払えないから、ほんでね、それでも頑張ってちょっと仕事行こうと思って行ったりするんだけど、やっぱり夜狙われるから、やっぱり行きたくないなっていう、こんなね簡単に言えることじゃないんだけど、やっぱり行きたくないなっていう思いより、なんだろう、もう殺されるなっていう思いの方が強くなっちゃって、だからね、引きこもり簡単に言えばもう引きこもるしかないなっていう感じになって、引きこもりになって、英語のYouTube とかでやってる英語が流れるんで、 CM に必ず YouTube とかのコマーシャルに日本語のコマーシャルならいくらでも見るよって感じなのに、やっぱサイパンだからYouTube 側もアルゴリズムで結局は英語の宣伝を流してくるんだけど、もうそれが腹立ってもう YouTube のアンケートとかでどうでしたかとかしません？その時にめちゃくちゃ嫌だとかっていうのをフィードバックしたりしてましたよね。本当にもう英語聞きたくなくて英語を喋る意味が分かんないと思ってて、でそのうちもう日本語も人と喋ることがだんだんできなくなっていって、仲のいいお友達ともなんか喋ったら暗いことを話しちゃうから喋らなくなっていくから、どんどん喋んなくなっていったんだよね。そうすると単語が喋れなくなって忘れていってしまって、なおかつだから口も動かなくなって回らなくなった今一生懸命ちょっと口を回すじゃないな、なんだこれ、喋る練習をしてる状態かな。もう英会話なんてとんでもないよって感じ。何教えちゃうか分かんないよ。チャモロ英語だよねとか入っちゃうよね、いっぱい。なんとかだねってねが入ってっちゃうねとか、英語の間に本当ね、もういろんなものを失った10年間でしたね。10年以上、10年間ぐらいか。もうね、だけどね、メンタルを支えるのって結局は、旦那とかなんかいればそういうので助かっていくんだろうけど、そういうのがやっぱりなかなかじゃないけど、なんていうんだろう、こういうのトラウマからの脱出、脱出は無理だよね。なんていうんだろう、何これ、うつからの脱出、うつでもない、うつっていうんじゃないんだよな、本当に PTSD っていう種類なんだよね、多分。躁うつ病、違うな、なんて言えばいいんだろうね。とにかく本当人と喋れなくなると言葉を忘れるし、嫌な時の記憶がなくなってほしいよね。
でも嫌な時の記憶が残ってて、で深夜さんとうねさんと喋ってても、いい時のそういうなんかいい時の普通の時の記憶がなんか消えてることの方が嫌だな。なんかもっと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 楽しいことあったんだよなって思うんだけどね、今ね。まあ昔のことばっかり考えててもしょうがないんだけどさ、自分でしか脱出できないんだなって、本当今回というかこの長い経験で、自分からこう脱出しようとしなきゃ誰も助けてもらえないよっていうのは思ったね。で絶対に、でも自分の中ではもう絶対に警察と政府に何 Do you have 罰 Do you have 罰って何 Do you have 罰ないよ。Do you have 罰何バツイチあるよ、ある。Do you have バツときた何それおかしすぎる。Do you have とか英語とかあんま好きじゃないしいまだに好きじゃない。今しょうがないから喋ってるけど、英語で政府の人とかそういう人たちとしょうがないから喋るけど、なんていうんだな、最近はだからシルバー売ったりする時の喋るのは自分でそういう時は好き。なんか楽しい、相手も楽しんでくれるからね。シルバーを見たりするとみんなニコニコして、であとすごい嬉しいのがトニノスなのって言って、覚えてるもんって言って、なんでやめちゃったのってもうみんな聞く。そういうのが何回もあって結構嬉しい。若者はね知らないんだよね。若者は知らないんだけど、そのお母さんたちが知ってるんだよね、みんな。でそういうのは嬉しいけど、そういう時の英語で喋ってる時はなんかやっと楽しくなれてきた。でも政府の人と喋ってる時はもう仕方なく喋ってる。もう仕方ないもんね。私は絶対こうしたい。もう絶対に犯人も見つけたいし、ちゃんとしてほしいし、政府には治ってほしいっていうの、もうそれをずっと訴え続けてるから、もう自分でも嫌な方の一面に入るじゃない。だからそれが嫌で、また英語喋んなきゃなんないっていうモードに入っちゃうんだけど、お客さんみたいな人と喋ってる時はすごく楽しい感じにちょっと思えるようになってきた。この間もビーチに行って若者の人と喋ってたんだけど、またその人たち、その家族がワンちゃんがクッキーちゃんっていうワンちゃんのアメリカンピットブルの映像のご家族だったんだけど、シルバーつけてもらった女の子のご家族、シルバーのモデルさんやってもらった。ショート動画見てくれたかな。そのショート動画見てくれました？もしもし、見てくれましたか？ノーアンサーかい。なるさんありがとう。見ました、かっこいい。あの子かっこいいですよね。そう見てくれてないのかい、うねさん、しんやさん。ご家族とかなんかも
いや、こういういい感じの茶物の人もいるんだなぁなんて思って、すごい気持ちがあったかくなりましたよね。茶物はメイビー多用しますよね。もうすごいするね、それね。メイビーとメイビーが多いかな、茶物の人は。フィリピンの人はビコースが多いし、ビコースって多いし、でもちょっとちゃんと仕事してる人たちはそういう感じじゃないんだよね。なんかね、フィリピンの人、今日出会ったフィリピン、今日っていうかこの間出会って今日も話したフィリピンの人、すごいね、性格もいいし、なんかね、綺麗な感じの英語も使うし、なんかちゃんとしてるなーってすごい思ったね。あとこの間の時に出会った茶物ファミリーの人もなんかすごい違うなーって。見見ました。見てないな、うねさん。きっと見てないな。見ましたよ。見てないね、見てないね。きっと見てないね。ちょっと見てくださいね。ちょっとかっこいい綺麗な女の子が出てますから、ショートムービー見ましたよ。見てないな。見てちょうだい。ほんとね、なんかいいか、やっぱね、ああいうところで出会うような人、でもな、マイクロビーチは私はだからいい思い出が、マイクロビーチの左側一切今も行ってないんだけど、いい思い出がないんだけど、やっぱ右側はいい人が来てるのかなとか、なんかそういう感じとか思ったりしたりする。まあ人によるんだよね。だからチャモロンにしてもフィリピンの人にしても、いい人はいい人、日本の人だってね、そう、いい人はいい人だし、悪い人は本当悪いやついるから、もう人によるんだろうけど、いや本当にね、そう最近はだからやっとちょっと英語でも喋っても大丈夫かな大丈夫かなって、なんだそれ、自分で言ってておかしいな。もうチャモロを見ると嫌だったし怖かったし、どういう表現をしていいのかわかんないけど、まだ顔を忘れてないから、あの2人のポリスの顔をなんて表現すればいいのかわかんないけど、もうとにかくビビって言葉が出なくなっちゃうんだよね。もうついこの間までポリス見るのだって嫌だったから、拳銃は未だに無理だけど、でもちょっとずつこうなんかこう喋るのをトライして、やっと喋れるようになってきた。まだね、どもるのとかそういうのは治ってないけど、頑張ってね直していきたいなと思ってはいるけど、治るのかしらって感じだけどね。この顔のタレも直したいし、お金があれば一番に直すよね。メンテナンスみんな日本では普通だよとか言われちゃったもんね。この間も日本から来た人にそうなんだと思って、メンテナンスしなきゃねって言われちゃったからね、頑張って。それどころじゃないんだって、もう電気料金と電話料金の方がやばいんだからって感じ。もう電気料金がものすごく高くなったんで、深夜さんなんかがいた時と全然
でもな、一時期めっちゃくちゃ高い時あったからな。昔慌てて私2店舗ぐらいクローズした覚えがあるんだよね。その時ね、ものすごい高くなっちゃって、昨日1ヶ月の電気料金が3万ドル超えたんだよね。焦った、あの時は。もうびっくりした。こんな電気料金あるのって思った時があったね。それに今近くなってるんじゃないかなって思うんだけど、今電気料金がネットで1日いくら使ったかって見れたりするんだけど、やっぱり毎日エアコン使うから1日7ドル8ドルとかかってっちゃうんだよね。なるべく消すようにはしてるけど、これでも家の中の電気つけなかったりめちゃくちゃセーブをしてるんだけど、それでもそのぐらいかかるからね。うねさん、 US になった時に上がったみたいですよね。そうかな。そうかもしんない。そうかもしんない、そうかもしんない。2009年ぐらいだったかな。いや、その前だな。US になったのが、だからUS になったっていうか、なんつうの、ビザが US になった時が2009年で、電気料金上がったのが2003年ぐらいだと思うんだよね。3年か4年、多分2003年か4年かそのくらいの時だったと思うんだよね。いきなり上がってびっくりしたんだよね、本当に。いきなり高騰して、あれは焦った。このままじゃやばいと思ったね。うちのスタッフの寮っていうのがあったんだけど、その時にスタッフにちょうどその時か、お姉さんの言う通り US になった時かもしれない。あの時にちょうどスタッフにスタッフ寮の電気料金を、それまではうちで払ってたんだけど、会社で払ってたんだけど、これからは会社で払いませんよ、あまりにも高いからって言ったのね。でスタッフの電気料金がここに12345部屋6部屋 6LDK の 6LDK で、リビングが、30人ぐらいでバーベキューができるようなリビングのところだったんだけど、ここで毎月電気料金だけで2500ドルとか3000ドルかかってたのね。で見に行くとエアコンつけっぱなしで誰もいない。深夜さん、エアコンはつけっぱなしの方が料金安い説ありますよ。いやー、そんなことないって。エアコンつけっぱなしでそんなことない。エアコンつけっぱなしで部屋にはいない。でテレビつけっぱなしで砂の嵐のまま部屋にはいない。そんな状態のスタッフの寮だったから、で会社でこんなの払わないよって言ったの。そしたらね、次の月からね、いきなりいくらになったと思う？その3000ドルの料金が200ドルだよ。自分たちで払うようになったら200ドルになるんだよ。もう意味が分かんないよね。200ドルなんだったら払ってやるっていう感じだったけど、
払ってやるって言っちゃうとまた$3000になっちゃうから払わなかったけど、もう法律で払わなくていいってことになったから、自分たちは払ってくださいって言った途端に毎月の料金が$200だとびっくりしちゃうよね。どんだけ好き勝手やってたんだって感じ。エアコンつけっぱなし、あっちもこっちもつけっぱなしだったからね。7部屋ぐらいあって、で1部屋が10畳ぐらいかな。10畳12畳ぐらいの部屋が、そんな状態でもえらい目に遭ってたけどね。毎月$3000ぐらい払ってたのに。椎名さん、エアコンは初動に電力が、そうらしいけどね。そうらしいけど、つけっぱなしはダメよ。やっぱりいないときは切んなきゃ。いないときは切る。でもね、今暑いからうちなんか26度設定とかなんだけど、もうガバメントとかの設定とか19度とか18度とか15度とかの設定になってるでしょ。寒くていらないもんね。うちはだいたい26度か27度設定に今してるけど、でなんだっけ、クールじゃなくてなんだっけ、クールじゃなくて除湿みたいな状態にしてるんだけど、除湿とかしとかないと暑くていらんない。今は暑くて寝れないっていうか、血が逆流する。逆流、こういう言葉が言いづらいんだな。逆流、言える。よしよし。血が逆流する、言えない。早いように言うとダメじゃん。血がね、違う方向にね流れてるような感じになって、だから熱中症の初めにみたいになっちゃうから、なるべく病院でもエアコンはちゃんとつけておかないと熱中症になっちゃうからダメだよって言われたからつけてるけど、除湿のね。いやだからスタッフもね、自分でお金払うとなるとまた出た、うねさんアブリカブリ、言えない。アブリカブリ、あれ違う。アブリカルビ、早く言うと言えないんだよな。もうね、口が本当に回んないの。でもこんだけ喋れるようになったのは本当皆様のおかげでもあると思う。お付き合いいただいて、こんなお話ししていただいて、本当に皆様がこうね、こう視聴してくださるから、一人でも二人でもね視聴してもらってお話ししてくれるから、こう喋れるようにもなってきたんだと思う。もっとだって始めた頃もっとカミカミだったし、今もカミカミだけど情けないなって自分で思ったけど、情けなくてもやるしかないんだけどね。トライしないと何も進まないなと思ってるんで頑張ってるんだけど、本当皆様のおかげだよね。もうできない。アブリカルビやばいなこれ。アブリカルビ無理。アブリカルビ難しいじゃんか。
難しいじゃないよ。どっからそんな言葉出してきたのかしら、この間からねさん。それ日本でそういうのによく使われるワードなのかな。炙りかぶあ炙り炙りカルビ難しい。まあしょうがない、しょうがないよね。これからちゃんと喋れるようになりたいです。とりあえずは、まあ、今日も長らくいろいろお話ししちゃったけど、またまた深夜帯になってまいりましたね。月曜日はドル円はどうなっていくのか、また日経もどうなっていくのかわかんないですけど、この辺ね、この辺っていうかその辺はどうでもいいんだけど、まあ、ドル円は気になるところであるし、あとは中国の関税 145%、 意味わかんないよね。まあわしも言えないです。アフリカルビ本当アブリカフリ、あ、違う違う、アブリカルビ、うん、月曜日明日だよね。あ、違う違う、明日日曜日か。明日日曜日ですね。日曜日また明日ちょっとね動画間に合わせます。日本ではなかなか骨付きカルビ食べれない骨付きカルビ食べれない日本で。あ、そっかそっか。日本でね、あんななんだっけ、骨付きカルビ、このなんつうの、輪切りになってるタイプって日本ではないじゃない、あんまり。骨ついてるって言ったら縦にこうついてるのが普通日本だと多いんだけど、サイパンの場合は、まあサイパンとかアメリカの場合はこう輪切りになってついてるからちょっと食べるのめんどくさいよね。炙りカルビじゃないわ、なんだっけ、骨付きカルビちょっとめんどくさいよね。日本ではまず骨付きじゃないところのが多いし、その方が食べやすいと思うんだけどね。輪切り状態の骨、手使わないと食べれないよね。でタレなんかついてた日には手がベトベトになっちゃうし、なんでああいう形になってアメリカは切られてるのかよくわかんないんですね。私ね、自分の配信をまだね聞く勇気がなくて、ちょこっとだけ音が出てるかとかだけは聞いたんだけど、自分の配信を初めから最後まで確認するとか一切やってないんですよ。それをやるともう喋れなくなるなと思って恥ずかしくて喋れなくなっちゃうなと思って、まだ一回も自分の配信を聞いたことがないんだけど、この間コメントでアクアスミスさん、浅井くんって書いてコメントで、私そんなこと言ったっけなっていう感じのことがあったからちょっと聞こうと思ったんだけど、結局早回しで聞いたらどこで何を言ったんだかやっぱり分からなく終わったんだけど、やっぱねもう自分の配信をちゃんと聞いちゃうと、どうやって何を言ったか聞き返しちゃうと多分もう配信できなくなっちゃうね、これね。恥ずかしくて。もうだっていろんなこと忘れちゃったり、3分前どころじゃないよね、10秒前に話したこと忘れちゃってたりそういう状態で配信してるから結構恥ずかしい。
みんなはねちょっと慣れてくれてるのかもしれないんだけどさ、私はまだちょっとね自分の配信を聞いてません。多分一生聞かないと思うんだけど、聞いたら先に進めなくなるから、あぶりかぶるびも言えないしこれ後で聞いたらもう本当に恥ずかしくて嫌になって次に配信できなくなるよね。まあそんな感じで今日はもう12時ぐらいかな、日本は。1時ぐらいか。結構結構今日も長いことお付き合いいただきて、トンビーシャイドンビーシャイかトンビーシャイドンビーシャイありがとうございます英語で書かなくなったね、深夜さんでも英語じゃんかそれもう意味が違うんだってば。はい、ありがとうございます。今日もありがとうございました。なるさん、深夜さん、うねさん、ありがとうございます。皆さん、ぜひぜひね、また明日コメントいただけると。ノバルさん、ありがとうございました。また明日配信、ちょっとねガラパンの新映像をちょっと出してみたいと思うんでまたよかったら明日来てください。それではまた明日よろしくお願いします。おやすみなさい。なんだっけ、違う最後によかったら、グッドボタンといいねボタンとなんだっけ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。失礼します。どうやって切るんだっけ。